皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。最後に余談として国民民主党が参議院選挙の候補者を公募していることについて、私の申し込みの進捗状況について報告します。それではまずはウクライナの状況について。ここ最近大きく目立っているのは何といっても北朝鮮軍でしょう。先日もお伝えしましたが、北朝鮮軍が弾薬や兵士だけではなく、防空兵器についても持ち込み、それがロシア軍に破壊されてしまったことなども取り上げました。また、これに類似する話として、ウクライナ軍の陣地だと思って攻撃したところがロシア軍の陣地で、北朝鮮軍がロシア軍を攻撃するといった場面なども発生したようです。北朝鮮軍にしてみると、ロシア兵とウクライナ兵の見分けがつかなかったという問題があったかもしれません。さて、そんな北朝鮮軍の兵士なのですが、攻撃する様子などについても新たな映像が公開されました。これまで歩兵による突撃が繰り返されているといった話をしてきましたが、これほど分かりやすい映像はないかなというものが公開されたので、皆さんにもご紹介します。徒歩で突撃する兵士たちの姿を捉えていたウクライナ軍のドローンからの映像です。兵士たち一人一人に旗のマークが付けられていて、彼らが雪原をかなりの勢いで走ってくる様子がわかります。ただし、ウクライナの戦場というのは、林はあるものの、遮蔽物になるような山や丘といった地形が少ないことから、見渡す限りの平原を突っ切っていくような攻撃が必要とされます。当然このように見晴らしのいい場所での攻撃、待ち構える側にしてみると、迎撃するのはたやすいといったことがあります。これら北朝鮮の兵士たちは、全員が全員とは言いませんが、多くの兵士たちが死傷していきました。とはいえ、このような犠牲を伴う作戦に従事している北朝鮮兵に対して、一応ロシアとしては外交的に感謝を示す必要があります。そこで、ロシアは戦勝記念日の軍事パレードに北朝鮮軍の参加を初めて認めたというニュースが入っています。ロシアと北朝鮮の軍事面での関係強化を背景に、今年5月に行われる第二次世界大戦の戦勝記念日の軍事パレードに初めて北朝鮮軍の参加が決まったことが複数のロシア外交筋への取材で分かりました。ロシアと北朝鮮は有事の際の軍事的な相互支援などを明記した包括的戦略パートナーシップ条約を締結し、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに北朝鮮が兵士を派遣するなど軍事面での関係を強化しています。ベラウソフ国防相は政府の会議で旧ソビエトがナチスドイツに勝利したことを祝うため、今年5月9日に首都モスクワの赤の広場で行う戦勝記念日の軍事パレードに10カ国が参加すると明らかにしました。19の友好国の軍部隊が招待されており、すでに10カ国が参加を表明していると述べましたが、具体的な国名には言及しませんでした。おそらくこの10カ国というのは、今はなき旧ソビエトの勢力圏にあった国や、世界各地にある独裁者の支配するような国の軍関係者でしょう。一方、ウクライナはウクライナ側で、地上戦においては、ロシア軍、北朝鮮軍による人海戦術に苦しめられているわけですが、反撃として遠距離攻撃を繰り返し行っています。ウクライナ、ロシア領への最も大規模な攻撃を実施と発表。弾薬庫や化学工場など標的。これまでもウクライナは遠距離攻撃を繰り返し行ってきましたが、少しずつ生産体制の拡充が進められてきたことによって、遠距離攻撃が広範囲に行ったり、もしくは複数箇所に対して大規模な攻撃を行えるようになってきました。今回の攻撃では、距離としては数百キロという範囲内でありながらも、弾薬庫や化学工場など複数箇所に対してそれぞれ大きな攻撃を行ったとのことです。ただ、石油貯蔵タンクに対する攻撃とは違って、工場などに対する攻撃では、長期的に大炎上が続くといったわけではありませんから、映像としてはちょっと見た目の衝撃度は低いものとなっています。今回の攻撃で最も成果を上げたのは、やはり一度攻撃されると、施設そのものに大きな損害が出る製油所でした。ロシア南部最大の製油所が火災で生産能力の半分を停止というニュースが入っています。ルクオイルのボルゴグラード製油所でディーゼル燃料の水素化処理装置が停止したと
ロイター通信が報じています。ロシアでトップ10に入るこの規模の工場は、昨年1370万トンの石油を処理したが、ディーゼル燃料生産能力の半分を失ったと、ロイター通信は報じています。修復にどれくらい時間がかかるかはまだ明らかではないとされていますが、こうした施設は1日でも止まれば当然のようにそれだけ生産量が下がり、それが収益の悪化にもつながります。さらには必要な部品が欧米製のものと比べて品質の悪いものしか手に入らないことなどもあり、制裁が長引くことによる管理コストの上昇といったものがじわじわとロシアの石油産業にとって重荷になっています。次にドローン兵器の進化についての近況を取り上げます。ロシア軍、ウクライナ軍双方ともにドローン兵器を多用していて、それだけにどう封じ込めるかといったことは非常に重要です。当初、通信妨害を行うことによって相手方のドローンを操作不能にするといったことを行っていたのですが、ここ最近だとそもそも無線通信に問題があるのであれば、有線通信でなんとかこれを克服しようとして光ファイバーを使うことによる妨害の効かないドローンといったものもどんどん増えているそうです。しかもここ最近だとさらには暗視装置付きのドローンといったものも出てきているため、日中であろうと夜間であろうともドローンの脅威度はさらに上がっていると言われています。こちらの公開されている映像では、右上に暗視装置のない状態の映像、そして画面全体としては暗視装置で見える状況といったものが映し出されています。夜間に走っている車両はどうしても夜間の方が安全性は高いように思えるのですが、こうした光ファイバープラス暗視装置のドローンといったものの攻撃は、これからも脅威として存在感を増していくことでしょう。こうした光ファイバーケーブルを使ったドローンといったものの増加に伴って、戦場では光ファイバーがあちこちで残っていることが増えているのだそうです。光ファイバーでつながっているんであれば、辿っていけば操縦者のところにたどり着けるだろうということも考えるわけですが、もうそんなファイバーはそこら中に転がっていて、発信源をたどるヒントにはならなくなっているようです。ちなみに使い捨てということもありますから、光ファイバーは非常に極細のものが使われており、およそ 10km 範囲内での活動ができるそうです。無線通信の時に比べて圧倒的に画質も良く、それでいて無線通信とは違って妨害も受けにくいわけですから、線でつながったタイプのドローンの方が今後は主流になるかもしれません。ただしこれもまた相手がそう来るんであれば対抗策として何かを発明するといったことが続いているので、この優先方式もまた何か新たな対抗策が生まれるかもしれません。ちなみに人海戦術についての補足情報なのですが、単純に多くの兵士たちが突っ込んできて、それが撃ち漏らしがあると陣地に張り付き、塹壕内での銃撃戦に発展するといったようなことが起こるわけですが、これだけではちょっと現在の戦況を解説するには不十分なところがあります。例えば、歩兵が突っ込んできましたといった時にウクライナ軍も後方部隊に対して支援砲撃を求めるわけです。その時にロシア側も対砲兵レーダーといったものがあって、砲弾がどのような軌道を描いて着弾するかを見て発射地点を割り出し、相手方に対する砲撃戦が始まるといったことがあります。ですから、北朝鮮軍の兵士たちがわーっと突撃してきたぞといったその背景としては、ウクライナ軍の砲撃部隊を割り出すためといったいわゆるおとり戦術も同時に発生しています。このおとりを使った戦術というのはさらに応用編もあります。例えば、ドローンが突っ込んでくるかもなといったところに歩兵部隊がやってきたら、ある程度のおとりを先行させます。最初の一人がウクライナ軍のドローンによって発見された時に攻撃されるか、もしくは攻撃されそうだなと思った時には、その後方の歩兵部隊が今度は銃撃を加えてドローンをなんとか撃墜しようとするわけです。このような対ドローン戦術といったものはロシア軍でも行われているのですが、北朝鮮軍の場合だとどうもロシア兵よりもドローンを銃撃して撃墜する可能性が高いというのです。これはウクライナ側から出てきた情報で、どうも兵士一人一人の訓練の度合いについては北朝鮮兵の方が射撃能力が高いのではないかという話が出ています。北朝鮮からロシアへと派遣されている北朝鮮兵士は訓練期間が5年以上10年未満程度のある程度の基礎訓練はしっかりと積んだ兵士たちが多いと言われていますから、戦場を飛び交う小型ドローンを撃墜する能力についても
ちょっとロシア兵よりも高いのかもしれません。ただ、そうした基礎訓練をしっかりと積んだ兵士たちを何の障害物もない平野で不法突撃させるような戦術をとっているわけですから、私から見ると人命軽視甚だしい戦術にちょっと吐き気がします。さて、それではウクライナ情勢についての話はここまでにしましょう。残りは余談として参議院選挙の候補者募集についての進捗状況をお知らせをします。今年行われる参議院選挙、国民民主党は候補者の募集を行いました。現在のところもう募集は締め切られていて、今は募集した人の選考期間に入っています。この話はちょっと最初の方からちゃんと動画にもしましたし、X でも時々コメントを発信しているのですが、全部それを見逃した上で、あなた何やってるのみたいな形で問い合わせをする人も入って、なんだろうなっていう感じはするんですが、改めて今の進捗状況についてのお話をします。現在のところ国民民主党側からの連絡としては、オンライン面接を行うから日時調整をしましょうといった連絡が入っています。何しろ応募が1000人を超えたというような話なので、これからの振り落としといったものは、ちょっと大変だろうなと運営側のことを思うわけですが、今はもうオンライン面接でどんどんとより分けを進めていっているところなのでしょう。ちなみに公募で受かりやすいといったような条件としては、まずは小選挙区で明確に選挙地盤がありそうな、いわゆる即戦力については受かりやすいだろうと言われています。例えばどこどこ県のどこどこ市で市議会議員をやっていましたよみたいな形であれば、その地方における最低限の知名度やもしくは政治経験がありますよといった形となり、非常にわかりやすく候補者にはなりやすいでしょう。実際そのような形でしっかりと地盤が定まっている人に関しては、すでに公認候補として認められましたよみたいな話がちょっと出ていました。ただしその人が今回の公募で応募した人かはわかりません。というのも、去年何回かにわたって募集は行われていて、現在になってようやく公認候補として認められたといった人もいるでしょう。私自身はもうどこどこの選挙区といったいわゆる小選挙区ではなく、完全に全国比例でお願いしますと書いたので、最も確率としては低いところになります。何しろ国民民主の全国比例といえば、労働組合からの推薦といったものが優先的に当てはめられるでしょうし、以前から活動している方も当然のように候補者に入っていきます。募集の申し込み用紙においても、どこの選挙区を想定していますかといったようなことも書いてあるのをもう完全に無視して、比例でお願いしますみたいなことを書いたので、果たして国民民主党の方がこれを受け入れてくれるかどうかといったところは、かなり怪しい部分があります。ただ、私自身はYouTube での情報発信をし続けてきました。これは当初の目標として、どこかの地域に狙い撃ちしたような話をする気が全くなかったからですし、政治的な考えを支持してくれる人が北海道にいようとも沖縄にいようとも、日本全国どこにいても投票できる立候補のスタイルといったものが全国比例しかないからです。あとは私自身は国際情勢についての話をここ最近はずっとしているので、国民民主としては国内の内政問題について情報発信を積極的にできる人を求めているといったようなところはズレがあり、それをどう評価してくれるかです。オンライン面接については当然録音録画はできないでしょうし、それを公開することもできないでしょうから、結果発表を待ってからの報告となります。今後どのようなことになるか、その都度動画で報告していきます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また、国民民主党の玉木代表は自身のチャンネルで次戦だけではなく他戦についても積極的にどうぞといった形で情報提供を求めていました。YouTube においては通常他のチャンネルの投稿主について誰かがおすすめとしてどんどんと書き込むといった行為は結構マナーとしてはダメだよとされていましたが、今回の話題に関しては玉木代表自身が OK していたので、私を推してくれる人は玉木代表の YouTube 動画やライブなどにおいても私の推しコメントを書いてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。